ちは。西村慎吾先生の後でお話しする大変なことでございまして、今日は安倍晋三元首相の一周忌にあたりまして、やっぱり思いがいろいろとありまして、実は、安倍さんが撃たれた最大地は私の事務所から布田駅離れたところで、まさかそんなところで安倍さんが撃たれたということが。ですから時々場所が取るんですわね。やっぱり取るたびに結構少ないんですわね。私自身も安倍元首相と、いろんな場面でお会いしたことがありまして、いつも私には非常に親切にしてくださいまして、素晴らしい指導者でありながら、何か親しいお兄さんという感じもしないわけでもないですから、すごく去年のこの日はちょっと昼ご飯食べようかと思ってレドニュース見たら、安倍さんが最大事で撃ったということで、すぐ飛んでいったらもう安倍さんがもう運ばれていって。警察が現場検証をしているところで、それで事務所に帰って、当然仕事も手が当然つかずにして、ずっとニュース見て、要するに生きてくださいよという要するに回復、もう命の別状ないという情報をずっと待ったんですが、残念ながら亡くなったという。すごく悲しい一晩過ごして、それ翌日の朝ちょっとやっぱり現場行って喧嘩しに行こうかと思って、駅で花屋さんでお花を購入して、それで朝行ったら、朝行くったから、おそらく喧嘩する人が、私が何人ぐらいいるんじゃないかと思って駅行ったらもうすでに長い列ができていたんですよ。瞬間もう涙が溢れるんですよ。普通の市民ですよ。普通のおじいさんおばあさん、普通の若い女の子、普通におそらくほとんど安倍さんの面識も全くない人と、私はまだ安倍さんの面識、場面を見て圧倒されて、安倍さんの偉大さを改めて知らされる同時に、やっぱり日本はやっぱり大丈夫というそれほどの心のある人がいるということがすごく元気づけられたという思いでございます。実はこれ1年経ってから日本をめぐる国際環境もいろいろ変わりまして、その中で実はますます外交国際戦略の面において安倍元首相でいかほど自体なる存在であるか国際情勢変わるたびに実感するんですよ。例えば一つ例を挙げますと、自由で開かれたインド太平洋というそういう理念が国際戦略の理念があって、それは安倍さんが第1回目の安倍大学の時に捉えたもの、提唱したものであって、当時はさっぱり誰もわからない、何の話ということ。しかし今もう国際政治の常識になっている。もちろん中国の常識じゃないから中国の常識は世界の不常識ですから。しかし例えば前回広島でサミットを開かれて首脳宣言読んでいますと、自由で開かれたインド太平洋首脳宣言に入っているというのは、安倍さんが持ち出したあるいは生み出したそういうキーワード概念というものにも西側先進国のコンセンサスになって、しかも現実に国際戦略として国際情勢を動かしているんですよ。それが偉いですよ。日本の歴史の中でですよ日本の首相の生み出した理念が国際社会の共通理念になるのは初めてのこと。前代未聞ですわな。安倍以前の日本国首相は残念ながら大体アメリカさんが言ってる理念に従うだけの話でしょ。アメリカさんそういえば日本首相はい分かりましたそうしよ
しかし今回逆です。日本の首相が捉えたものがね、アメリカの大統領が時々口にするんです。いや、実はトランプだけではなくて、今、バイデン政権もね、あるいはご存知のように、安倍さんが亡くなってから、いわゆる日米豪印というね、日本、アメリカ、インド、オーストラリアという国際連携ができて、これはまあクアッドというやつですけども、クアッドの基本理念はまさに自由で開かれたインド太平洋という、話であって、いやというのはね、今安倍さんがもう亡くなったんですけど、しかし安倍の戦略を今見事に生きてるという話。まあそれ言ってみてもね、安倍晋三という存在がどれほどね、日本とでだけではなくて世界全体にとってもどれほど大きなの存在なのかね、そこはよくわかるんですけども、あとでもう一つはね、ちょっと多少時間いただきましてね、安倍晋三対習近平の話をしたいと思います。いや実は第2回目の安倍政権できたのは2012年の12月だったんですわね。第1回目の安倍政権がちょうど1年足らずに終わったから、安倍外交で本格的に展開する時間もなかったんですけども、安倍外交を本格的に展開し始めたらば第2回目の安倍政権ですね。7年間ですけども。で、要するに安倍さんが首相として再登板した2012年の12月、実はね、習近平はね、中国共産党のトップになったのは2012年の11月です。ほぼ同時にね、第2回目の安倍政権と習近平政権がほぼ同時に誕生したんです。いや、それ以来ですよ。あるいはインド太平洋、アジアの国際政治の舞台でずっと実はね、安倍対習近平の戦いがね、7年間ずっと展開されたんです。最初の段階ね、習近平の眼中にはね、安倍晋三のこと、日本のこと全くないんです。習近平当時はね、彼が主席になったのは2013年の3月。なってから習近平もあちこちで訪問するんですわな。あんなでかいの顔して嫌な顔してあちこち行くんですわな。アメリカ、いわゆる就労外交を展開するんです。しかしね、彼はね、主席になってから数年間、アジア主要国ほとんどイベントに訪問して、ヨーロッパ諸国もイベントに訪問して、唯一日本に来なかったんです。しかも、安倍さんをお客さんとして中国に招待したことで、実は一度もないんです。要するに完全に日本無視、日本ナッシングの外交を展開して、じゃあどうしてそうなったかというとね、やっぱり習近平あいつが結構反日ですわな。日本が嫌い、安倍も嫌い。しかも当時ね、アメリカはね、オバマ政権ですわな。しょうもない大統領がオバマ。じゃあ習近平がオバマとすごくいい関係作ったんです。彼は国家主席になってから数ヶ月間経った後でワシントンに行ってですよ、オバマとノーレクタイで2日間にわたって会談したんですよ。前代未聞の話。大体アメリカ大統領との会談で1時間か2時間が普通でしょ。2日間にわたってオバマと会談して、それで大国関係とか作ろうとかね、それで習近平のやつがそれで有頂天になって、俺がオバマと対等の立場だから安倍晋三なんかもうどうでもええやという話になって、そこで習近平はね、安倍さんと初めて会ったのはあれですよ、2014年の11月、北京であったんです。中国であったんです。いやというのはね、別に安倍さんを招待したわけではなく、中国でAPECの会議が開かれて、中国は議長国ですけども、しかし招待しなくても安倍さんが行くでしょ。メンバーですから。そこで習近平がこの参加しに来た各国首脳と一人ずつ個別会談するんですが、だから安倍さんだけと会談しないのはさすが無理ですからね。ただ申し訳程度に安倍さんとも会談したんですけども、しかし場面すごいですよ。習近平は他の国々の首脳と会談するときにね、後ろに必ず両国の国旗を飾るんですよ。安倍さんとの時にわざと国旗を飾らないんですよ。
場所の制定は中国でやるよ。要するにしょうもないそんな汚い手を使って安倍さんが侮辱するんですよ。しかも頃日本のテレビでもすごく報道したんですよ。安倍さんと会った時でもう最初から最後まで習近平がね一つも笑うことをしなかったんですよ。ずーっと仏頂面の顔が習近平の顔で笑っても嫌な顔ですよね。笑わないとさらに嫌な顔だしょうもないな。しかしそれでも安倍さんが何も言わずにして、安倍さんが踊らですからね、淡々と階段を凝らしたのですので、それで要するに頃ね、習近平が丸切れる、安倍さんの上に立つつもりでも上から見下ろす、お前安倍晋三はなんぼのもんやというような話。しかしまさかね、その時習近平は有名にも思わなかったんですけども、実はそれからの数年間で中国で習近平ずっと安倍晋三にやられ話となったんです。いや、安倍さんがじゃあどういう外交を展開したかとなると、まず2013年からずっとやる地球儀外交を展開する。地球儀外交を要するに地球を俯瞰するの。中国以外、ほとんど世界の主要国は安倍さん積極的に訪問しに行って、国際会議にも頻繁に出席する。数年間で安倍さんが訪問した国々の数は60数カ国以上あるという話。ほとんど主要国全部回って、その一方安倍さんが一つ大事な外交理念を持ち出したのは要するに価値観外交です。外交というのは要するにどこの国と組むか、どこの国と対抗するかという。じゃあどこの国と組むかというところで安倍さんが捉えるのは価値観、要するに自由民主主義、人権を大事にする国、そういう普遍的価値観を共有する国が我々一緒になるよという話。じゃあ逆に言えば要するに自由と人権を抑圧するああいう独裁国家とは組まないという、そうでしょ。だから価値観外交。当然ね、そうなるとじゃあ世界の主要国が日本と同じ価値観を持つ国が大半でしょ。フランスも、ドイツもイギリスもアメリカもね。じゃあ中国の友達になる国は、要するに同じ価値観の国はどこの国なのかとなると、北朝鮮、キューバ、イラン、そういうチンピラばっかりというだからもう最初からね、価値観外交が持ち出された時点でもう勝負はある意味はもうついたっていう。それで安倍さんがずっとこれがやって徐々にね、安倍さんの立場でだんだん強くなる。それでもう一つ、その中で安倍さんがね、これがすごいことをやったのは、それどういう話かとなると、2016年の11月にトランプがアメリカ大統領に、当選したんでしょ。ご存知のようにトランプが商売人が別に商売人が悪い人じゃなくて、要するに大統領になるまでにはトランプは外交に、関わったこと全くない。要するにほとんど概念がないんですよ、どういう外交やればいいかほとんど白紙やな。それでこれがチャンスだと思って安倍さんはね、トランプが当選して11月8日当選して、それで11月17日まだ10日間も経ってないうちにね、安倍さんニューヨーク飛んでいて、ニューヨークにトランプタワーあるでしょ。それでトランプを捕まえてトランプタワーの中で2人で密談長いそういう話したんです。じゃあ後で分かった話ですが、安倍さんがトランプにどういう話したかというと、実はレクチャーしたんです。何のレクチャーしたかというと、一番の悪党があいつや習近平っていうレクチャー。要するに中国が脅威であって、我々これから中国の脅威に対抗しなければならない。トランプは素直な人ですからね、安倍さんからそう言われたら、あ、そうか、そういうことか、じゃあわしの外交方針がこれで決まったんです。いや、だからトランプ政権4年間ずっと中国と喧嘩したんですよ。この種をまいたのは誰かと安倍晋三ですわ。それはすごいですよ。日本の歴史の中で日本の首相がアメリカ大統領に従うことはでもね、アメリカ大統領を動かす首相が安倍以前が一人もいなかったんですわ。要するに安倍さんがトランプにレクチャーして、トランプに
中国問題を吹き込んで、それでアメリカの対中国政策を実際、要するにトランプ政権の対中国政策を実際誰が決めたかというと、安倍晋三を決めたという話。だから後になって習近平も分かったけど、もうあの4年間トランプ政権の4年間全部安倍晋三にあいつにやられたという。でもね、もう気がついたらもう遅いから、もう流れもできた。で、習近平、安倍さんの2回目あったのはいつかとなると、ちょうどトランプと習近平の会談の1年後、2017年の11月、今回ベトナムでまた APEC 会議があって、そこで安倍さんが参加しに行って、それ習近平と会ったんです。じゃあ今回習近平の態度全く変わったんです。もう笑顔いっぱいです。日経新聞が何が書いてるかというと、習近平主席初めての笑顔要するにな、習近平ある時点でもう分かったんです。安倍晋三を怒らせたら大変なことになるよっていう。それでやっと分かったんですの。しかしお前ら今更分かったとしてももう遅いやなっていう話。いや、何が言いたいかというと、あの時点でね、もう安倍晋三と習近平の立場も逆転したんです。さらにその後で安倍さんのこのさっき話した自由で開かれたインド太平洋、それますます形になって、それ習近平に対する立場がますます強くなって、最後安倍さんが首相として習近平と会ったのは2019年の、それはまた確かに、2019年の、今忘れた、19年だったんですわね。19年に中国でやる、日米韓首脳会議は恒例のね、毎年必ずやるんですよ。その年がちょうど中国でやるんですから、だから安倍さんもこの首脳会議に参加しに行って、それ北京に立ち寄って、それで習近平と最後の会談を行う。じゃあこの会談において、じゃあどういう内容だったかというと、もう安倍さんがもう突っ込みっぱなしで、安倍さんがね、習近平に対して香港であんなことをやったらもう国際社会も認めないぞ、ウイグル人たちにね、あんなこともやめた方がいいぞというね、結局ね、安倍さんが頭から習近平に説教するというそういう話。いや、実は私も日中関係長くずっと見てるんですけどね、日本の首相はね、中国の主席を説教する場面があれが初めてですわ。おそらく今後もないかもしれません。すごいことをやった。話によると、習近平ももちろんそれでああいう対ウイグルの政策をやめることはないけど、しかしね、やっぱり安倍さんにね、ちゃんと反論もできずに、それで会談が終わったっていう話。じゃあ何が言いたいかとなるとね、習近平と安倍晋三のこの戦いで、最終的にもう完全に安倍晋三の完勝に終わってしまったんです。日本の歴史上も初めてですわね。大体日本のしょうもない首相が多いでしょ。中国にいたらペコペコして言われ話が首相が多いですけどな。いや、最近はまたね、首相じゃないけど、元衆議院議員のとんでもないやつはね、昔が江沢民の河野洋平だと呼ばれました人はな、まだ最近北京行ってまたペコペコしてるでしょ。沖縄のアホ連れでアホ揃いやな。ねアホ兄弟2人で北京っていうのはそれはしょうもないですけど、いや、そういう意味でね、今安倍首相は1年失われて1年経って、やっぱりもう一つ、最後一つ、実はね、安倍晋三が提唱した自由で開かれたインド太平洋はね、本当にね、形になったのは安倍さんが退陣した後ですわな。安倍さんが病気で退陣した後で、あと安倍政権が受け継いだら菅政権でしょ。菅政権の時にいわゆるクワッドという枠組みができて、それさらにオーカスという枠組みができて、それさらにサミット、でもね、そういう自由で開かれたインド太平洋という、要するに安倍さんが今亡くなったんですけども、亡くなったとしても安倍さんの理念、外交理念が今でも生きている、今でも習近平を苦しめているというね、
だから昔あれ中国の三国志にああいうこと諸葛孔明と芝中達の話あったんでしょ。何死せる孔明中達を走らすっていう、まあ私の言葉で言えば死せる心臓で今でもまあ習近平を成敗するっていうような、まあですからまあ我々も今日という日はねやっぱり安倍さんの偉大さを改めてね認識すると同時にもう一つやっぱりそこは大事です。要するに安倍さんの外交理念ね、これからどんな政権であってもねそれちゃんとね受け継いでいくべきであって、それこそ日本がたどるべき、まあ、外交の王道であるということ、まあ以上この、宮司様からいただいたこの大事なねこの時間で外交の面で安倍晋三の業績をここで披露することができまして本当にありがたく思います。はい、ご清聴ありがとうございます。